こちらでは、女子高校生、ひなの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、響いて、ブザーの後に。愛知県、東郷町のとある高校。高橋ひなは大好きなバスケットボールをするため、今日も体育館の扉を開ける。夏の日差しが体育館の窓から差し込み、床に眩しい死角を作っていた。バスケットボールが弾む乾いた音、バッシュが擦れる音、そのすべてが胸を高鳴らせる。ひなにとって、部活の時間は一日の中で一番好きな時間だった。そしてひなには、入学してからずっと憧れている人がいた。バスケ部の3年生、玉野先輩。レギュラーではない。ベンチから声を張り、誰よりも真剣に試合を見つめる補欠。けれども彼は、部活が終わった後でも一人でスリーポイントシュート練習をひたむきに続けていた。僕のスリーポイントが決まれば、みんながもっと楽になるから。そう笑いながらシュートを打ち続ける玉野の横顔が、ひなの心にずっと焼き付いている。部活の仲間が帰っても、体育館にボールが弾む音が響き続ける。一つ、また一つ。ゴールネットが軽やかに揺れるたび、ひなの胸もなぜかキュッと締め付けられるようだった。この努力があるから、この人は特別なんだ。ひなは一人で練習を続ける玉野を見つめる。その時間は、ひなにとって言いようのない幸せな時間だった。そっか、私、この人のこと、きっと好きなんだ。そう気づいたのは、自分でも驚くほど自然だった。時には勇気を振り絞って、玉野にドリンクを差し入れとして渡すこともあった。玉野先輩、いつもお疲れ様です。自分でも驚くほど上ずった声。どぎまぎしながらドリンクを渡すひなを見て、玉野は、と驚きながら感謝を伝えてくれる。そんな日は、玉野の笑顔を思い出すだけで学校の宿題も手につかず、夜も寝られなくなった。ひなは、寝つけない長い夜を、枕をキュッと抱きしめて過ごした。そして迎えた3年生最後の大会。玉野はいつものようにベンチスタート。声を枯らして仲間を応援する玉野の姿に、ひなはベンチの後ろから拳を握る。試合は序盤から相手に押され、点差はじわじわと広がっていった。そして試合が残り5分を切った頃だった。点差は2桁。誰もが厳しいと感じていた時間帯。先輩を出して、心の中で願った瞬間、監督の声が響いた。玉野、行ってこい。コートに駆け出す玉野の姿が、ひなの目に大きく映る。玉野はパスを受けると、ためらいなくスリーポイントラインの外からシュートを放った。ボールは美しい放物線を描き、ゴールに吸い込まれた。体育館中が湧き上がる。2本目も決まった。歓声の渦に包まれる。だが、3本目はわずかにリングをかすめて外れた。その直後に、試合終了のブザーが無情に響く。負けてしまった。それでも、玉野の姿は誰よりも輝いて見えた。悔しさを隠さず、仲間に頭を下げる姿に胸が震えた。試合を終えて肩を落とす仲間や後輩たちを前に、卒業生たちが順番に挨拶をする。玉野は悔しさが見え隠れする笑顔を作りながら言った。今までありがとう。でも、ここから先はお前たちの代だ。俺たちのできなかった分、頼んだぞ。その言葉に後輩たちから拍手が起こる。夕方、西の空がオレンジ色に染まり、校舎の影が長く伸びる。試合を終え、荷物を抱えて帰ろうとする玉野の背を、ひなは駆け足で追いかけた。胸が破裂しそうなほど高鳴る。手のひらは汗でじっとりと濡れていた。玉野先輩。振り返った彼の顔はいつもより少し疲れて見える。けれど、その笑顔は変わらない。試合、本当にかっこよかったです。私、先輩のことずっと見てました。声の震えた。言葉を選ぶ余裕なんてない。ただ、この気持ちだけは伝えたかった。私、ずっと先輩のことが好きでした。沈黙が流れる。夕焼けの光が二人を染める。玉野は驚いたように目を見開き、それからふっと笑った。ありがとう。その気持ち、すごく嬉しい。伝えてくれてありがとう。それだけを言って、
彼はまた歩き出した。ひなは立ち尽くす。返事をもらえなかった。それでも、後悔はなかった。胸の奥でじんわりと温かさが広まっていた。伝えられた。それだけで、今は十分だ。見上げた夏空には、夕焼けの残光がまだ淡く残っていた。やがて夜に溶けてしまう色だとしても、確かにそこにあった輝きだった。ひなの心にも、その一瞬が永遠のように刻まれていた。さて、お聞きいただいたのは、高橋ひなという女子高校生の淡い恋を描いた短編小説「響けブザーの後に」でした。いかがでしたでしょうか？胸がギュッとなるような甘酸っぱい気持ちになりましたね。ひなちゃんのまっすぐな思いが伝わってきました。本当に夏の体育館の熱気やバスケットボールの音、そして夕焼けの風景まで目に浮かぶようでした。特に先輩の努力する姿に心を奪われる瞬間から、それが恋だと気づくまでの描写がみずみずしかったです。ひなちゃんにとってバスケ部の玉野先輩はただのかっこいい先輩ではなかったですよね。そうですね。この努力があるからこの人は特別なんだと書かれていました。ただの憧れから一歩踏み込んで、その人の本質的な魅力、つまり努力を惜しまない姿勢に惹かれている点が印象的です。これは恋愛心理学でいうところの理想化にも近いかもしれません。相手の良い部分を強く認識し、それが恋愛感情の核となる。なるほど。ひなちゃんは玉野先輩がレギュラーではない補欠でありながら、誰よりも真剣に練習し、チームのためにスリーポイントシュートの特訓を続ける姿に心を奪われています。その姿が彼女にとっての特別なんですね。そしてその感情がきっと好きなんだという自覚へと変わっていく。この気づき方もまた無理がなく、とても自然でした。自分の感情に素直なひなちゃんの純粋さがうかがえます。その後、ひなちゃんは勇気を振り絞って玉野先輩にドリンクを差し入れたり、そして3年生最後の試合後についに告白をします。この一連の行動も彼女のまっすぐな性格を表していますね。そうですね。ドリンクを渡すときは自分でも驚くほど上ずった声だったり、玉野先輩の笑顔を思い出すだけで学校の宿題も手につかず夜も寝られなくなったという描写からも、彼女の初々しい恋心が伝わってきます。まさに恋に落ちた少女の姿そのものです。そして物語のクライマックスはやはりひなちゃんの告白のシーンです。試合後の夕暮れ時、勇気を振り絞って先輩に「私ずっと先輩のことが好きでした」と伝えるあの沈黙の瞬間、リスナーの皆さんも息を飲んだのではないでしょうか。本当に玉野先輩の返答は「ありがとう、その気持ちすごく嬉しい、伝えてくれてありがとう」というものでした。これはいわゆる恋人になるためのイエスではない。明確なごめんなさいでもない、ただ感謝の言葉だけでしたね。一見するとひなちゃんの恋は実らなかったと捉えられがちですが、小説の最後には返事をもらえなかった、それでも後悔はなかった、胸の奥でじんわりと温かさが広がっていたとあります。ここにこの物語の核心と恋愛心理学的な深掘りのポイントがあると感じています。ひなちゃんは結果ではなく伝えられたことそのものに価値を見出しています。これは恋愛における自己肯定感の向上につながると言えます。自分の感情と向き合い、それを相手に伝えるという行動は非常に勇気がいることです。その大きな一歩を踏み出せたこと自体が彼女にとって大きな成功体験なんです。なるほど。つまり相手からの明確な返答がなくても自分の気持ちを表現できたことで、彼女の中には充足感が生まれたと。これはよく言われる恋が叶うという定義を広げる視点ですね。その通りです。そして玉野先輩の伝えてくれてありがとうという言葉もまた彼の誠実さを表しています。彼はひなちゃんの純粋な気持ちを真正面から受け止めて、その勇気を称えています。これもまたひなちゃんが後悔しなかった理由の一つかもしれません。彼が彼女の気持ちを軽んじなかったからこそ、ひなちゃんは清々しい気持ちでいられたのだと思います。玉野先輩自身もバスケに対してひたむきな努力を続け、チームのためにプレーする姿を見せていました。卒業の挨拶で
俺たちができなかった分頼んだぞと後輩に語りかける姿も彼の誠実で責任感の強い人柄が伺えます。ひなちゃんが惹かれたのはまさにそうした彼の内面的な強さや誠実さだったわけです。だからこそ告白の結果がどうであれ、彼の言葉が彼女の心に温かさをもたらしたのでしょう。この物語の場合、明確な完結ではないからこそ、ひなちゃんの心にその一瞬が永遠のように刻まれていたのかもしれません。まさに夕焼けの赤い光が夜に溶けていくようでありながら、確かにそこにあった気が引き、この表現がひなちゃんが経験した恋の美容性を象徴しているように感じます。形は残らなくてもその瞬間の輝きは心に深く刻まれる。本当に美しい物語でしたね。片思いのつつなさやその中にある尊い経験がひなちゃんを一回り大きく成長させたのではないでしょうか。恋愛は必ずしも相手との関係性の進展だけが全てではない。自分の内面と向き合い、勇気を出し、感情を表現するプロセスそのものがかけがえのない宝物になる。そんなメッセージをこの小説から受け取ることができました。大人になった今だからこそ、ひなちゃんのこの一途な恋心やその後の心境の変化に深く共感できる部分がありますね。皆さんもご自身の経験と重ね合わせて様々な感情を抱かれたのではないでしょうか。今回は短編小説「響けブザーの後に」を読み解いて深掘りしました。いかがでしたでしょうか。今日の番組が皆さんの心に温かい何かを残せたら嬉しいです。ありがとうございました。最後まで聞いていただきありがとうございます。ひなのプロフィールはこちらです。バスケットボール部に所属している16歳の元気な高校生です。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。